最近は無限に納豆を食べています。ヘビエのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの吐き戻し、吐いて戻す吐き戻しについてお話をしたいと思います。なんか納豆って体にいいって聞くじゃん。寝る前になんかもうお腹空いてちょっと寝れないかもっていう時とかには納豆を眠気まなこをこすりながらこうやって納豆混ぜて食べたりしています。ダルビッシュ選手もね、腸のなんちゃらかんちゃらでうんちゃらかんちゃらで納豆がうんちゃらかんちゃらって言ってたから、まあもうダルビッシュが言うならもう体にいいんだろということで食べています。ボールパイソンというヘビはだいたい1週間に1回、大きくなってくればそれが 2,3 週間に1回になっていったりするんですけどの頻度で食事をするんですね。ご飯を食べる、ゆっくり時間をかけて消化をして糞を出す、この繰り返しが行われるわけですが、たまにね、出るべきところではないところから出てくることがあるんですね。それが吐き戻しというやつです。ネズミを食べるでしょ。その日のうちに出しちゃうこともあるし、 2,3 日経ってから出すこともあるんです。皆さんどういう時に吐きますか？吐く時ってどういう時？ボールパイソンが餌の吐き戻しをしてしまう原因の一つは、餌がねでかすぎる、大きすぎる場合、もうこんなの全部は消化できないよ、苦しい、お腹が苦しい、うわみたいなピッコロムーブをすることがあるんですが、餌の適正サイズはこうボールパイソンの一番太いボディの一番太いところとネズミの一番太いところが同じぐらいは余裕で食べれるって言われています。なのでこのサイズのヘビだったらこれぐらいのネズミは余裕で食べれるんです。実際もうちょっとネズミが大きくても大丈夫って言われてるんですけど、でも過剰に大きかったりとか、あるいは過剰に多い時、消化とかお腹の限界を超えて餌を与えられてしまった時に、もうこんなの消化できないということでブワーッといってしまうことがあります。他にはね、不安、危険がある時にボールパイソンは食べた餌を出します。なんでかっていうと、消化にねすごい時間かかるんですね。人間だったらさ、もうなんか朝食べたものが夜は出ないか、1日ぐらいで全部消化されると思いますけど、ボールパイソンってねゆっくりゆっくり消化するんです。消化してる最中って体のエネルギーをすごく使うのね。消化してネズミをドロドロに溶かして吸収をしていく。その時って体の大きなエネルギーを使うし、無防備になるというか危険が増すんですね。だから餌を食べました、よしこれからこの餌を、体のエネルギーに変えていくんだっていうモードに入ってる時に、自分の周りにね外敵がいたり危険や心配があったりすると、やばいと、消化をしている場合じゃないと、体のエネルギーを作っている場合じゃない、まず自分の命を守らなくてはということで、時間のかかるこの消化吸収作業というのを放棄して一回ブワッと出して逃げやすいようにするんですね。人間はさ、どんなに食べてもなかなかステーキ1キロとか食べれないでしょ。50キロ60キロの人でもそんな量は食べれないんですけど、ボールパイソンって大体体重の 10% ぐらいが適正な餌のサイズって言われたりするので、それでいうと人間でいうとさ、5キロ6キロの食べ物が体の中にある状態に近いわけですよ。そうすると走りにくいでしょ。5キロの水を持って5キロの何かを持って今すぐ走れ、危険があるから逃げろって言われても逃げにくいじゃないですか。だったら一回これポッと放って走って逃げるみたいになったりするんですけど、ボールパイソンも一緒です。体の中に重いものがある、消化吸収に時間がかかるっていう場合はそれを一回出して逃げやすくして命の危機を回避するという作業に取り掛かってしまうので、吐き戻しちゃうわけですね。だから消化吸収できる適正な量とサイズを超えて餌を食べてしまった時とか、あるいは周りに危険を感じた時には餌を吐き戻してしまうので、僕らにできる気をつけられることとしたら、適正なサイズと量を上げるっていうことと、それからご飯を食べた後は不安とか心配とかストレスを与えない、ハンドリングとかよく食べましたね、よしよしみたいなとかっていうのはもう超ダメです。ご飯食べたらもう 2,3 日はそーっとしておくということを気をつけるといいんじゃないかなと思います。で、吐き戻しはねマジで臭い。これはね糞の比じゃないですね。もうドロドロに溶けた、なんなら発酵すらしている元ネズミだったものがさ、こう胃液だなんだよだれだみたいなのを全部通ってこうやってボシャンって出るわけですね。で、食べた次の日とかだったらまだ原型が残ってたりするんですけど、 2,3 日経つとね、何これホタルイカみたいな色とデュルデュル具合をしてるんですね。ホタルイカの沖漬けみたいな感じの元ネズミだったもので、それはね雑菌の面からも非常に良くないですし、あとはボールパイソンって胃酸が結構強いって言われてるので、吐き戻すっていうことはさ、胃酸がね上がってきてこの消化の
喉の中とかっていうのもダメージを負うわけですよね。それも良くないし、バンって出したものの中にはボールパイソンの強い酸がついてる。その上をこう歩いてしまったりするとね、お腹の鱗の弱い部分がダメージを負ってしまったりするので、吐き戻しに気づいたらもうすぐ掃除をして、できれば温浴をしてあげて、体をきれいにしてあげて、洗ってあげて安置してほしいなと思います。吐き戻しって凄まじいストレスとエネルギーがかかっているので、しばらくはねもう餌あげない方がいいと思います。体の水分も失われているので、水はあげる、新鮮で常温のお水はあげるんだけど、少なくとも1週間、10日くらい空けてもいいかもしれませんが、餌はしばらくあげないようにしてください。吐き戻しをしてしまった場合、うちではですね、いつもと同じサイズを上げるのではなくて、1サイズ2サイズダウンさせて小さくして、もう一回こうちょっと落ち着いた消化吸収から始めようというふうにしたりしています。もし、飼育されているボールパイソンが吐き戻しをしてしまったら、餌のサイズは適正だったのか、それから餌を食べた後の環境は適正だったのか見直しをするとともに、1週間から10日餌を切って小さなサイズからやり直してあげると良いと思います。早く育てたい、食べてる姿が可愛いということで、たくさんこうあげたくなる気持ちや、よかったね、いっぱい食べたねっていう気持ちも分かるんですけど、ボールパイソンというのは基本的には暗い場所で身を静かに横たえて安心して満足をしている生き物なので、そういう部分の生態もですね尊重してあげてくれると、幸せなハッピーライフをボールパイソンと一緒に過ごすことができるんじゃないかと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの吐き戻しについてお話をしました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は、概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。